西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。こんばんは、西田夏実です。こんばんは、飯村優太です。まずは最初に、いつも使っているコンデンサーマイクが壊れたため、違うマイクで無理やり録音しているので、もしかしたら音質が違うかもしれません。すみません。もしかしたらっていうか多分違いますね、これね。ちょっとね、修理出すと結構お金かかるらしいんで今迷ってるんですけどはい、一生懸命働きます、というわけでですね、実はこの間出したおまけ動画からしれっと背景が9月のものになりましたよ。はい、約束は果たしました。マッチョのこと言ってるそれ以外に何がありますか？いや、びっくりしたわ、見て。何あれ、癖強いよね。強いどころの話じゃないでしょ。9月関係ないし。そう、9月関係ないし、あれしか目いかないもんね。邪魔だよな。なんてこと言うんだよ、人の顔かぶせといて前回のおまけ動画最後の方にちょろっと喋った時だけ背景使ったんですけど、もうなんかマッチョが気になって、なんか中身が入ってこないっていうか本当はちゃんとテレビ画面とかカレンダーとか窓の外とか見てほしいんですけどね。結構ね、いろんなとこ変わってるからね。蚊取り線香だけなぜか継続してるっていう。自分で言ったからよ。本当ならあそこはね、月見団子が置かれるはずだったんですけど。ああ、そうだね、外月あるのにこの人たち月見する気ないんだなって感じだね。確かに。なぜかオレンジのマッチョが。そうな、何あれ、なんであんな、てかどうやってあれ作ったの？あの妖怪はキメラで連成しました。どこにやったっていう。そう。どこにやったっていうか元が別にって感じではあるんだけど。あれはね、マッチョのシルエットと、なんか煙のシルエットと、なんかいろんなものを構成してます。で、そこに顔を乗っけた感じですか？そう。へえ、そうなんだ。顔変えれば違う人にもね。あ、そうなんだ。はい。へえ。そりゃあの顔の素材ないでしょ。そうなんだけどさ、手間かかってんね。手間かけました。じゃあ9月も頑張っていっぱい出していきましょう、あれも。今後、あの子どっかにいる？なんか結構さ、だってもう6月ぐらいから毎月のようにさ、いるじゃん。てるてる坊主。7月ちょっと覚えてない。8月はホラーでテレビから出てきてて、あれじゃない、私が飲んでるホットの飲み物、あれホットにまた戻ったんですけど、あそこの湯気とかからちっちゃく出しとけば見えるいいんだよ、そんな自己満足だからはい、というわけでね、また飯村さんの力作の9月の背景ができましたので、皆さんよかったらじっくり見てあげてくださいね。はい、何度も言いますけど一番大変なのはカレンダーですこのアイデアのゴミ箱は俳優飯村優太と脚本演出家である西田夏実の2人がおしゃべりするラジオ的なものとなっております。週に1回ラジオ、不定期でおまけ動画を投稿していく予定です。それでは始めていきましょう。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。チャンネル登録、高評価よろしくね。西田夏実、飯村優太のアイデアのゴミ箱。改めましてこんばんは、西田夏実です。どうも飯村優太です。やっとデートに行ってきましたよ。だからそのパンって手叩くのやめなさい。なんで？ラジオだから。大丈夫、パンって入れてるから入れてりゃいいってもんじゃないんですやっとですよ。6月の終わりぐらいから2人の誕生日をね、ライブ配信でしかやってないから、プライベートでデートに行ってお祝いしようっていう話をしていたんですけれども、はい。まず、私のライブ配信終わった後というか、あれぐらいから飯村さんが体調不良になり、それでやっと日程決めたんですけど、8月の終わりに。そしたらですね、台風が見事に被りまして延期になったんです。サンさんね。で、またさらに延期をしての9月の頭とかにやっと行ってきました。はい、行ってきました。はい、当日はですね、前日まで雨予報だったんですけどね、見事に晴れましたね。晴れましたか？途中ちょっとね、曇ってたけど、でも、私が撮った動画、頭と終わりはちゃんと晴れになってる。素晴らしい。素晴らしいよ。まあ別に外で何したわけでもないからね。いやでもさ、雨降ってたら嫌じゃん、外移動すんの。まあ移動は嫌ですね。で、ちょっとね、雲行きは怪しいんですけれども、天気の話だけにね。ああ、雲行きってそういう。いや、そういうことじゃないんだけど、このラジオが上がってる頃には、愛ゴミ初の Vlog が上がっていたり、いなかったりします。いなかったり。いや、雲行きが怪しいっていうのは、ちょっと今週からまた井村さんが忙しいっていうのとか、あとさっきも言ったけどマイク壊れたとか、なんかいろいろトラブルがあって、ちょっとスケジュールが押し押しになってて、押し押しになってて
ちょっとそこまでテーマあるか、あと別のコラボの台本も書かなきゃいけないし、みたいなとこがあって、間に合ってるかどうかみたいな話なんですけど、ただ、初めてね、合込みで、Vlog を作ろうと思って、外ロケでね、動画撮って、で、しかも、初めてね、行った先に撮影許可をもらったんですよ。あ、今まではゲリラだったと。今までは、よくよく思い返してほしいんだけど、許可を取らなきゃいけない撮影ってしてないはず。うん。そもそも外で撮ってることが、まずそんなにない。うん。だいたい家だからね。うん。そう。なんで、今回はですね、デート先が、水道橋にある東京ドームホテルのスーパーダイニングリラッサさんっていうところにビュッフェを食べに行ったんですけど、はい。そちらに予約をした時点で電話をしまして、はい。で、YouTube の撮影していいですかっていうYouTuber っぽいことをね、したんですよ。うん。そしたらね、なんかほら、そういう大きいホテルだし、なんかどういう対応されるかなと思ったの。そういう人いっぱいいるだろうし、しかもうちなんてまだ弱小だしっていうので、で、そしたらめちゃくちゃ丁寧に親切に対応してくださって電話の時点で。うん。取っていただくの全然大丈夫です。もそうだし、なんかすごいね、とても雰囲気のいい対応をしてくださってよかったんですよ。さすが東京ドーム。ね、さすが東京ドーム。東京ドームのお膝元ホテル。うん。で、そこで撮影許可を取ったので、よし、これは外ロケだと思って、私人生初の自撮り棒を買いましたね。ああ、あれですね。そう、持ってさ、ちょっと遠目から撮れて、昔からそうなのかな私全然知らないんだけど、足元がこう開いて三脚みたいになるの。うん。で、お腹の辺に外れるリモコンがついてて、で、それで Bluetooth をつなげると遠隔でシャッター押せたりとか。うん。なんかすごいね。だってあれ全然、一応レビュー見て、変なやつは買ってないんだけど、でもめちゃくちゃ安いやつ買ったの。どのぐらい2000円しないぐらい。言うな言うなでも普通の、いろんな機能がついてない、要するにジンバルとかついてないような自撮り棒だと、そんなめちゃくちゃ高いやつってないわけ。まあ、そりゃそうでしょうね。そう。棒だし。言うても2000円台とか、すごい良かった。なんか使いやすいし。あとめちゃくちゃ軽いし、ちっちゃくなるから、持ち運びにもいいしね。うん。というわけで、初の自撮り棒を持って、二人で電車に乗ってブーンって。電車に乗ってブーン水道橋に行きまして。で、いざお店入って、予約の西田ですって言って、店員さんが通してくださったんです。はい。用意してた席にね。そしたらさ、お店の一番奥の一番広い席に通してくださって。で、特別何か向こうの方は言わなかったんだけど、あれ、8人テーブルとかだったよね。そんなでかかったかい？いや、椅子の数は8人だったの、確か。テーブルが3つあって、お誕生日席が2つあったから、8人テーブルだったの、あれ。でも、明らかにそこまで通してもらった時に、あ、違うと思って、配慮してくれてる、これは、と思って、あ、すいません、なんか、とかって言って、俺言って、その店員さん去っていくときに、そのビュッフェの料金とは別のさ、ドリンクをこう勧められたわけ。うん。ちょっと頼むかと思ってそこまでやってくれたらと思って。ちょっとこれのドリンクの話、ドリンクめちゃくちゃ美味しかったんですけど、後でするとして。なので今回はここで、しかも平日の昼間ということで、時間無制限のドリンクバー付きっていうすごい格安のコースにしたんです。でね、セッティングして食べ物を取りに行ったりしましたけど、どうでした？あとね、窓際の席だったね。Vlog の方に上がってるんじゃないかなと思いますけど。まあメニュー見た時点で結構飯系が多かったっすよね。そうね、最初どこを食べに行くかっていう話をしてた時に、デザートビュッフェか普通のビュッフェかみたいなので候補があって、で、最終的に今村さんが行きたいとこにしたの、その中から。デザートも結構いっぱいあったんだけど、料理の種類がとにかく豊富で。炭水化物多めを選びました。あ、そうなんだ。うん。和洋中とちゃんとコーナー分けされてて、それぞれが品数が豊富で、なんか。讃岐うどんとかあったし。あったあった。あと私、マグロのひつまぶし丼とかだ。マグロはひつまぶしになりません。あ、マグロじゃねえわ。マグロ？うなぎ。マグロはひつまぶしにはなりません。うなぎ。違う、今ちょっとごちゃごちゃ。マグロは別であったの。マグロのこうちっちゃいガラスの入れ物に入った漬け丼、ミニ丼があって、あれもすごい美味しかったんだけど、それとは別にマグロの。だから、ひつまぶしはマグロじゃありません。私、うなぎって言えない。ひつまぶしってうなぎだからね。あ、違うの。なんかね、今頭の中でね、うなぎっていうひらがながマグロっていう音になってる。うん。じゃあ言わなきゃいいんじゃない？ひつまぶしって言えばうなぎだから。確かに。うん。そう、シェフが囲われてるとこがあるのね、カウンターが。シェフが囲われてる。で、そこだと、ローストビーフ切ってくれたりとかお願いすると、隣にひつまぶしコーナーがあって、
で、そこになんかトッピングみたいのと、あとずっと温めてくれてるお出汁のお鍋が置いてあってかけれたりとか、すごかった。美味しかった。ローストビーフもさ、すごいなんか、大きかった。シェフがこう切ってくれて3等分か4等分ぐらいしてくれるんだけど、この1枚がすげえでかいの。ステーキみたいなやつでしょ？あ、そうそう。もう面積そのまんまみたいな。うん。で、美味しかったしね。食ってないけどね。何が美味しかったじゃん。豚の生姜焼き。あー、食べてないな。思った以上に生姜だった。いいじゃん。うん。あとなんか鶏肉の、なんか。何もわからない。鶏肉だっていうことしかわからない。あとは何食ってたっけ？いっぱい食ったな。うん、そう、私もなんかね、いっぱい食べて、で、いかんせん種類が多いから、あれも食べたい、これも食べたいと思うんだけど、ちょっとお腹の容量がね、足りなかった。カレー食べたかったな。カレーもなんか2種類ぐらいあったね。うん。和風カレーとシェフのカレーみたいな。何食ったっけ？あれ食べてた。冷やし中華。ああ、冷やし中華っていうか、あれは冷やし中華にしたんです。でも冷やし中華って書いてなかったっけ？いや、中華麺。ああ、そうなんだ。うん。で、タレは勝手に自分で選べるから。具も選べるから。うん。冷やし中華風にしたんです。でもあれ食べなかった。ミニバーガーみたいなやつ。はいはい。置いてあって、いいなって思ったんだけど、ちょっともうボリュームがすごすぎて。いや、なんか昔ほど食べれなくなったな、だから。つまりあんまりビュッフェ向きじゃなくなったってことですね。わかんない。なんか、普通の女の子よりはもしかしたら食べるかもしんないけど、こう、いっぱいある中から食べたいものを選ぶっていう楽しさはあるよね。うん。で、店員さんがちょいちょいお皿を下げてくれるんで、で、その時に、その最初におすすめしてもらったドリンクが、その季節限定みたいなやつが3種類ぐらいあったのかな？ちょっと夏っぽいやつ、トロピカルな。うん。で、それのノンアルコールを2人で飲んで、マンゴーとブルーハワイみたいなやつのソーダ。うん。私すごい好きだったの、これ美味しくって。そう。で、あと色が綺麗だから映えるしね。で、窓からほら、観覧車も見えるし、それをバックにみたいな写真も撮ったりして。で、最後にさ、飯村さんはもうお腹いっぱいだったのかソフトクリームぐらいしか食べてなかったけど、私はもうデザートいっぱい食べようと思って。どっちかっていうとね、私は今回のここのビュッフェはデザートにメロンがあるっていうので、飯村さんが候補にしてくれたんで、はい。メロンいっぱい食べようとかって思って、で、そのデザートコーナー、うろちょろしてたんです。うろちょろっていうか、なんかちょっと物色してたんです。不審者ですね。そしたらさ、若い女性の店員さんが話しかけてきて、それ可愛いですねって。で、私がいつも貴重品とか入れてるチャムスのショルダーバッグがあるんですけど、あれに、数年前、飯村さんが地方の照明の仕事を巡ってた時あるじゃん。照明の仕事じゃない？じゃないかもしれない。サーカス団のやつじゃないの？まあ、照明と言えなくもないけど、基本的にセクション分けされてない仕事だから。そうなんだ。うん。で、その時に、その地方行った時にお土産で買ってきてくれた、モケケっていうシリーズがあって、そのご当地のね、やつ。きりたんぽとか、うなぎみたいな。うん。あれをいくつかつけてんの。3つか4つぐらい。そしたらそれ見て可愛いとかって話しかけてくださって、で、そこから結構喋ったの。で、そこで会話が弾んで、みたいな。多分挙動が不審だったから、防犯のために声をかけられたんだ。物色してたのかってこと？そうそうそう。いや、物色してんの普通じゃんだって。どうしようかな？どれ食べようかなってやるじゃん。きっと不審者に見えた。何か混入されるんじゃないかっていう。やめてよ。まあでもそういう声掛けは大切ですね。うん。ただビュッフェでさ、あんまり店員さんに話しかけられたことないから、そういう雑談で。あんまりっていうか全くないわ。ない。私も初めてだったかも。いや別に嫌だったとかじゃなくて嬉しかったんだけど、なんかそんな体験をしました。どうでした今回ここ食べ行って。良かったんじゃないですか。ね、私もすごい良かったなと思って。あと、ご飯食べて、今回すぐ帰りましたけど、どっか遊んで帰るとか、ショッピングして帰るとか、あと、スパラクーアとかもあったりしますから、ご飯だけじゃなくて一緒にね、他のことも楽しめたりするんで、はい、そんな感じでめちゃくちゃ美味しいものを食べてきました。はい。やったね。やったね。はい。というわけで、この模様を頑張って Vlog にまとめます。まとめたのかなこの時点では。わからんけど。ちょっといろんな人の Vlog を見て研究して、頑張っておしゃれに作りますんで。ハードル上げるのやめよう。よかったら、そちらの方も見てくださいね。お願いします。お願いします。ここからはお知らせコーナーです。ブースで私の作品の脚本 DVD などを販売中。
西田さんのフリー台本や僕が出演している作品もありますよ。YouTube では私が演出、出演で関わった残骸のミュージックビデオが公開中です。これらの URL は概要欄にありますので、ぜひご覧ください。このチャンネルではラジオとおまけ動画を投稿していく予定です。X やアメブロ、TikTok もぜひ見てください。チャンネル登録、高評価、よろしくね。ミーティングルーム。このコーナーは表現に関わる我々二人が様々な企画を行い、今後の活動に活かすアイデアを得るという名目で行われるバラエティパートです。我、40を迎えし者なり。ないや突然。おめでとう。はい、ありがとうございます。はい。長寿です。はい。いや、40でしょ？長寿です。まだ半分じゃん。人生50年です。今は令和ですよ。年長者なんだからもっと敬ってくれてもいいんじゃないでしょうかね。くしくももうすぐ敬老の日というね、日本に古来からある。古来からはない。古来からある。私いつも敬ってるじゃん、ちゃんと。人のことチンチンって呼ぶじゃないですか。呼んでないよ。あ、呼んでるわ。呼んでるでしょ。呼んでるね。ねえ、チンチンっていうね。うん。でも別に間違いじゃないでしょ？下ネタで呼ぶ時点で敬意がね、全く感じられない。いや、そんなことない。それだと私がまるでチンチンに敬意を持ってないみたいな話になるじゃん。うん、持ってるんですか？わかりました。お。チンチンに敬意は持っています。わかりました。そういうことなら、私が最上級のもてなしをいたしましょう。うん、なんか出だしめっちゃ不安な感じでしたね。はい。ぶっちぎって言ったからね。はい。はい。というわけで、ちょっと準備するので、少々お待ちください。あ、はい。行ってきまーす。はい。できました。何ができたんですか？私から年長者飯村さんへ最高のプレゼントをご用意いたしました。手に持ってるそれのことですか？はい。これは私に使えるクーポンです。お。こっから引いたものだけ飯村さんは手に入れることができます。ああ。それ内容は全部違うんですか？違います。ほうほう。何が入ってるんですか？引いてみてのお楽しみです。こんなトランプみたいな感じで広げます。じゃあ、行きますよ。飯村さんは何をゲットするのか。それでは、どうぞ。あ、1枚。しっかり持っててください。引きました。はい。オープン。じゃん。褒めてもらえる券。10分。それは私が10分間君のことを褒めちぎる券です。いらねえ。なんでよいらないの？いらないんだったら、じゃああげませんよ。ああ、10分間褒めてもらえるんですね。うん。幸福度が上がります。ほう。簡単に。まあ、自己肯定感が落ちた時とかにじゃあこれを使えば。とか落ち込んだ時とか。なるほど、ね。悲しい時とか。余計悲しくなりそうだ。ぜひ使ってください。うん、じゃあ、まあ、はい。なんだ、不服そうだな。でも大丈夫。こっちにはもっと君に楽しんで、喜んでもらえるものが入っております。なるほど。こういうのがいっぱい入ってんだな。じゃあ次行きます。はい。引きました。オープン。お使い券。うん。これは？何か買わなきゃいけないものがあるけど、外に出たくないという時に私がちょっとコンビニまで行ってきます。ああ、パッシリ券ってことですね。なるほど。簡単に言えば。これはいいや。これはいい。お前、私に対する愛がないぞ。これは非常に実用的。期限書こうか、それじゃあ。1ヶ月ぐらいにする？別にお使い券に関しては今すぐでも使えますからね、これね。やだ。そうするとさ、使おうっていう気持ちになっちゃうから、期限がない方がそのまま忘れてくれるかもしれない。1年ぐらいにしとくじゃん。いや、本当はさ、これ、神経衰弱にして、弾けたやつにしようと思ったら、揃えたやつだけみたいな。文字の神経衰弱ってめっちゃ難しいで。なんで？絵柄がないから。あ、覚えるのがってこと？そう。ああ。全然覚えらんない。じゃあ次。はい。オープン。さっきから全部逆なんだよな。私が逆に持ってるんじゃないこれ。負けても勝ち券。これはちょっと説明を求めます。じゃんけんで決めるときに、負けちゃった。でもここは勝ちにしときたいっていうときに、結果を覆せる券です。じゃあそもそもじゃんけんする必要がないのでは？そうしてからじゃないとわかんないじゃん。だってさ、例えばじゃんけん前に、じゃあ今日は勝ち確で使いますわって言ったら、もしそのじゃんけんが勝ってたとき無駄になっちゃうんだよ。うん。これ使う機会あるか？あって損はないよ。うん。じゃあ次。なんだこのあからさまにこれを引けみたいな。違うよ。私は何が入ってるかわからない。オープン。はい。1日ゴロゴロ券。全裸のみ有効。全裸のみ有効というのは？つまり服を着てたらその券は使えません。全裸でゴロゴロするんだったらいいよっていうこと。これ今はまだ暑いからいいですけど、
冬場絶対使えない剣じゃないですか。大丈夫だよ、暖房入ってるから。よかったら使ってください。じゃあ次。はい。オープン。仲直り剣。喧嘩をした時に仲直りしたいけど、うまくできない。という時にそれを出すと自動的に仲直りができます。なるほど。あ、これはいいもの引きましたね。なんで？もうめんどくせえと思ったら、わいっつって。終了。でもそれ瞬間的なものだからすぐ喧嘩になるよ、また。これ聞き忘れたんですけど、1枚につき1回のみなんですかこれ。当たり前でしょ。無制限なわけないじゃん、そんなの。私だってそっちは一生パチリやん。うん。お使い券に至っては、1年後の今日まで使い放題とかそういう。じゃないよ、1回です、1回です。ちゃんと褒めてもらえるも10分って書いてあるでしょ。これは10分は分割できるんですか？めんどくせえな。別にいいけど。なるほどね。じゃあ、戦争が起こった時はこれが使えると。使い方は考えた方がいい。はい、次。はい。オープン。踊る西田剣。はい。何ですかこれ。その剣を使うと、私が踊ります。で？いや、踊ります。ちょっと元気がないなっていう時に使ってください。元気が出ます。これは、あなたは状況構わず踊ってくれるんですか？できれば家の中で。じゃあ家の中限定。逆に言うと家の中でダメな時ってある？例えばあなたがトイレに入ってる時に踊る西田剣使いますって言うと。だって私に渡せないじゃん。開けて渡せばいいじゃないですか。まあいいけどトイレの中でできる範囲の踊りになっちゃうよ。あとあなたがお風呂に入ってる時とかを。それさ、君そんな見れないじゃん。ただの嫌がらせじゃん。自分が楽しむために使っている。あとあなたがもう眠くてしょうがないっていう時にこれ使っていいですか？ねえ、私のこと嫌いなの？で、それで喧嘩になった瞬間にこの仲直り剣を出す。最低だよ！なかったことにする。最低だよ！もっとさ、君がさ、落ち込んだ時に元気を出そうって思って、西田のなんか陽気な踊りを見て元気を出そうっていう使い方をしてほしい。じゃあこの踊る西田剣と褒めてもらえる剣を合わせ技で使うと褒めながら踊ってくれるんですか？あ、いいよ。じゃあ、それぐらいだったらいいよ。10分も。頑張る。うん。それぐらいだったら頑張るじゃん。それいっぺんに2枚消化できるしな。おい、次。はい。オープン。感動できる剣。それを渡すと、私が一生懸命君が感動できるように頑張る。ああ、じゃあ、これと踊る西田剣を一緒に出すと、すごく僕が感動する踊りを踊ってくれるっていうことですね。そこの合わせ技は厳しいな。私は。そこは厳しいんだ。だってそんなスキル持ってないもん。だから君が感動できるように努力しますよ。じゃあこの感動できる剣と前の方に引いたお使い剣を合わせ技で使うと、初めてのお使いみたいなすごい感動的な。じゃあ VTR 撮りますね。そしたらYouTube にも出せるし。で、そこにさらに踊る西田剣を足すと、踊りながらお使いって感動させるっていう。いやだから踊りはさ、家って言ったやん。忘れたの家限定って書いとくわ、じゃんもう。なんでさっき話したこと忘れるかね。じゃああと3枚ぐらいかな。はい。あ、もしかしたらまた逆かもわからんな。はい。オープン！マッサージ剣、10分。まんまです。私が一生懸命あなたのコリをほぐします。まんまですね。一番まともかもしれん、ひょっとしたら。つまり、ここでそれを引いてしまったということは、あとはもうまともなものはない。なるほど。今までがまともだったかって言われたらそんなこともない気がする。よかったら使ってください。じゃあ1日ゴロゴロ券全裸のみ有効を使いながらこのマッサージ券10分を使うと、なんかとんでもなくいかがわしいことになるってことですね。やめましょう。で、しかもそこに褒めてもらえる券10分を。何そういうお店なの？ああ、面白い。面白くねえな。はい。じゃあ次。オープン！あ、それもまともだな。いやー、結構やべえの引いたな、これ。手料理券。念のために聞きますけど、これはまんまですね。私が一食分、心のこもった料理を作ります。何その顔。別に私料理できなくはないよ。やらないだけ。好きじゃないだけ。なんだ、そんなことないみたいな。これは別にいつ使ってもいいんですか？なんで？いや、使用期限とかあるんだったらさっさと使っちゃおうかなと。なんで何を企んでいるの？いや、これはじゃあ単純に僕が晩飯作るのめんどくせえなって思った時に出せばいいですね。でも私がめんどくさい時も出さないでほしいんだけど。おい次。ラストかな？ラスト。はい。これかな。はい。オープン！じゃん。さすが。それは引かれてほしくなかった。一日王様券。これさ、ただし全裸に限るって書いてもいい？ダメ。なんでそんな裸の王様やんなきゃいけないんですか？
いや、王様が服とか着てるなんて。これはもう、っていうかこれさえあったら今までの9枚いらなかったんじゃねえかっていう。まあだからこの今までの9枚に被らないものにこれを使えばいいんですね。常識の範囲内で使ってください。我々の関係が壊れない範囲で使ってください。王様の常識。あなたの常識だよ。王様の常識じゃないよ。王様。あなたの常識だからね。これは1日っていうのは24時間っていうことでいいんですか？なんで？いや、もしかしたら今この時間にこれを出して、今日の23時59分に終わりっていうあれだったら、いや、大丈夫。そう、出す時間を考えなきゃいけないな。そんな、私は悪徳業者じゃないです。なるほど。1日王様券と1日ゴロゴロ券全裸のみ有効を合わせると本当に裸の王様になるんですよ。はい、というわけで10枚ですね。はい。引きましたが、どうでしたか？まあ、速攻使うだろうなっていうものと、絶対使わないだろうなっていうものが半々ぐらいですかね。なんだよ、絶対使わないものって。一生懸命考えたんだぞ。じゃあ、今残りが4枚あるんです。はい。で、これエンディングで紹介しようと思っているんですけど、はい。じゃあ私からの最大のサービスですよ。はい。1枚だけこっちと交換してあげる。そういうこと？ただ、交換してもしなくてもいいだとさすがに選択肢の幅が広すぎるので、絶対に交換しなくてはいけない。見る前にどっちかを決める。交換するかしないか。1枚だけか。じゃあちょっとエンディングに入るまでに考えておいてください。はい。はい。以上、ミーティングルームのコーナーでした。あいごみ。さて、あいごみラジオもお別れの時間となりました。はい。じゃあ、どうしますか？交換します。はい。どれと交換しますか？ですね、褒めてもらえる件。なんでよ褒めてもらいたくないのか、私に。いや、すごく悩んだんですよ。褒めてもらえる件か、踊る西田件か。なんでよ私こんな体張ってんのになんでよ。ただこれ、踊る西田件は一歩間違えたら面白いんじゃないかと思って。一歩間違えたらってなんだよ。一歩間違えたら面白いんじゃないか、何かに使えるんじゃないかと思って、とりあえず取っとくことにしました。はい。じゃあ、褒めてもらえる件を受け取りまして、はい、じゃあ、この4枚の中から1枚選んでください。はい。お前だ。それでは、オープン。はい。雨乞い券。はい。何？怖い。雨女の西田が、はい、雨降ってほしい時に、雨乞いをします。ただし降るとは限らない。雨乞いをする。いや、でも降る可能性は高い。いやー、これ踊る西田県と交換しとけばよかったな。大体同じやん。そんなことないよ。実用的でしょ？雨が降ってほしい時ってどういう時？僕農家じゃないんでわかんないんですけど。なんか水が少ないと。あれだね。僕個人というよりは世間が苦しんでいる時に使う剣なんだ。あと今のうちに降っておいてほしいと。明後日晴れてほしいから明日降っといてほしいみたいな。いや、そんな今降ったら明日晴れるとかそういうあれじゃねえだろうよ、天気っていう。でもさ、上に水がなくなれば降ってこなくなる。上に水がなくなることはないんですよ。なんでそんながっかりすんだよ。逆にこれ引いて、わーい、やったーっていうのもどうかと思うんですけど。まあ、私が言うのもなんだけど、そうだね。まあ、いい感じになんか使ってくださいな。まあ、このどうしようもないカードの使い道を遊戯王でも読み返してまた勉強します。ちなみに、あと3枚引いてないのがあるんですけど、見ますか？あと3枚、何だったんですか？じゃあ、いっぺんに開いちゃいますね。はい。肩叩き券。これはマッサージ券と同じようなもんですね。しかも5分。だって10分こうやってんの大変じゃん。介護官や。爆笑券。笑わせる努力をします。これは感動できる券の亜種みたいなもんですね。なるほど。家事交代券。忙しい時にこれ代わりにやっといて。そういうこと？ただ正直私いつも代わりにやってるからあんまり意味はねえなと思うけど。だから意外とまともなやつが残りましたね。変なのばっかり引いてるね。変なのって言っちゃった。残ったの全部これ介護官ですから。爆笑券は？爆笑券は感動できる券の介護官。そうなの？で、肩叩き券はマッサージ券の介護官。で、家事交代券は王様券の介護官。まあね、確かに。って考えたらちゃんと引きは素晴らしかったと。まあまあ。雨乞い券以外。なんでよ。ね、褒めてもらえる券の方が良かったんじゃないかっていう。いやでも、世界の平和を考えたらね、雨乞い券の方がきっと良かった。
よかった、喜んでもらえて。はい。ありがとうございます。というわけで、敬老の日でした。お前、敬老の日バカにしてんだろ。バカにしてないよ。だってさ、孫とかがさ、おばあちゃんおじいちゃんとかにさ、こういう券あげたりするじゃん。おじいちゃんおばあちゃんに一日王様券あげる孫見たことねえよ。いや、違う、それは、亜種だけど。一日ゴロゴロ券全裸のみとかそんな券あげる孫やだわ。おじいちゃんおばあちゃんにそれあげてるのいたらちょっとやばいね。しかもそれをちゃんと使って一日全裸でゴロゴロしてるおじいちゃんおばあちゃんやだわ。やだね。まあよかったら、いい感じに使ってください。はい。喜んでください。はい。はい。頑張ります。さて、このチャンネルでは皆様からの大切なメッセージ、アイディアをコメント欄にてお待ちしております。こんな企画をやってほしいなども大歓迎です。気楽な気持ちでコメントください。ここまで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。西田夏美と飯村優太でした。アイゴミラジオ、次回に続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。